皆さんこんにちは。バルーンパフォーマーのシャンです。今回はワープをご紹介します。この技法は十数年前には正式な技法というよりも裏技みたいなものでしたが、こちらを使ったレシピも増えて徐々に浸透してきたことから、今回技法として正式にご紹介したいと思います。では解説に移ります。こちらは分かりやすいようにロックツイストしたものからスタートします。左手でバブルの付け根をつまみます。右手で左手の近くをつかみ、ぎゅっと握り、手の中の空気をすべて押し出します。この時、手を離しても空気が戻ってこないように、しっかりと押し出すのがポイントです。印をつけると分かりやすいですが、空気を押し出すと、印部分がかなり移動していることがわかります。手のひらの中にあった空気がすべてこちらへ移動していることで、こちらが安定して戻りづらくなっています。しっかりと細くなった状態でバブルの間にバルーンを通します。本来であれば3本目のバブルを使わないと反対側へ行けませんが、このワープを使うことで見た目を変えずにひねる位置を移動することができます。こちらの技法を使うと、例えばこのような形を作ることができます。このように通常ですとこちらにバブルが必要なところ、ここに指2本分のワープ、指3本分のワープ、2本分のワープ、横のバブルから縦のバブルへとワープをしています。またワープは突然場所が移動するという見た目の印象からついた名称ですが、他にも様々な使い方があります。それはバルーンが細くなり、ゴムとしての引っ張りの性質が戻ることや、強く引っ張ると紐状になり、バブルを引っ張ることができるようになるというものです。本来はワープのコンセプトとは変わってしまいますが、これは便宜上、形を歪めるワープ、引っ張るワープなどと呼ばせてもらいます。では、解説に移ります。まず先ほどと同じようにロックツイストからスタートします。先ほどは手のひらの中の空気をすべて押し出すようにしましたが、今回は押し出さずに指先を使ってバルーンを細くしていきます。手を離すと空気が戻りたがるので、指でしっかりと空気を押さえ込みながら細くします。バブルの間に細くなったバルーンを引っ掛けます。この時、バルーンだけで引っ張るとバブルが全て割れてしまうこともあるので、バブル側を歪めるようにしてから引っ掛けるとスムーズです。こんな感じでバブルの形を大きく変えることができました。応用するとかぼちゃなどを作る際にもとても役に立ちます。このようにまとまった縦に長いバルーンをワープで無理やり引っ張ることにより、横に潰れた形を作ることができました。皆さん、ワープいかがでしたでしょうか？バルーンをひねる技術ではありませんが、膨らんだバルーンを使わない特殊な技法です。この技術を使うと、一筆書きが基本であるバルーンの手順を大きく変えることができます。また、形を歪めることで、バブルをひねるだけではできない形状を作ることもできるので、ぜひこの2つのパターンを習得してください。